ったが。そうではありません。停戦が決まりそうなこの時期に作戦内容も行き先もわからない命令が納得できないのであります。それに選ばれているのは上官に覚えの良くないものばかりのようですが。貴様ら忘れたのか、絶対服従というレッドショルダーの鉄則を。お前は13ポートのヘリに乗り込め。目的地にはそのヘリが連れて行ってくれる。自分にも質問があります。この作戦の命令者は？銃殺を選びたくないなら直ちに出発するんだな。過去を探し続けて、俺はさまよ見知らぬ街を炎の匂い染みついてむせる。さよならは言ったはずだ、別れたはずさ。地獄を見れば心が戦いは飽きたのさ。定めとあれば心を決める。そっとしておいてくれ。明日につながる今日ぐらい。総長、やっぱり来てしまった。だが俺は過去を消すためじゃない。見てくれはまあまあだが、中はさてどうかな。動かしてみろバイマン。人ごとみてに言ってねえでよ。トンとメカにはご無沙汰でな。お前のように小汚いバトリングなんぞで苦労はしたかないからな。なんだと？
ムーザ、いちいち奴の軽口の相手になるなよ。おめえらを見つけ出すのにはえらく苦労したんだ。これから一仕事って時にうちはもめはごめんだぜ。俺がやろキリコ、やっぱり来てくれたな。まるで使い物にならねえ。総長、もっとマシなの集まらねえのかい。どうだ。ターンピックが冴えないな。それに制御系もおかしいようだ。こいつもバラすしかねえか。待った、タイプ20の方だ。総長、このスクラップから4台も作るのは無理だぜ。無理は承知さ。嫌なら降りてもいいんだぜ、ムーザ。やるさ、やってやる。いいぞ。お前も地獄の底を覗いた口らしいな、あの出動で。あグレゴルは全身穴だらけにされたそうだ。見ろ、ただでさえひどい顔にあんな縫い跡まで作っちまって。もっと哀れなのはムーザだ。帰ってみたら家族全員が殺されてた。あの作戦のことを漏らしたらしくてな。そういうお前は。キリコ、スペアをくれ。ああ。あ、終戦を前にしての突然の転属。味方の基地への謎の襲撃。信号が来てねえ。これじゃターンできんはずだ。バイマン、コレクターを切り替えろ。誰だ。早くしろ、電源のそばだ。だからどの電源だ。あの小惑星リドの闇の中で俺はお前に出会った。なんだと。冗談じゃねえ。あの時100年戦争は終わったが、俺自身の戦いはあの時から始まったのだ。終わったな。まだ気に入らねえのか。当てにならねえ部品がざっと50ほどある。キリがねえさ。毎日奴らに出くわしてもだ。これほどチューンされたマシンは持っていまい。ムーザ、心配もほどほどにしろ。レッドショルダーは終戦と同時に解散させられたんだ。そう発表されただけだ。レッドショルダーの亡霊がいるとすりゃ俺たちのことかもしれねえな。こいつの肩は赤く塗らねえのか。貴様塗りたいのか。冗談だよ。そろそろ行くか。
バイマン、マップは？上々よ。情報局に手を回したからな。衛星写真がたっぷりある。よーし、首を洗って待ってろよ、ヨラン・ペールゼン。早くお目にかかりたいってね。忘れたはずの過去へ俺は走り始めた。そう、ヨラン・ペールゼン。メルキア機構兵団に史上最強の殺人部隊を作り上げた男。奴は間違いなく俺の運命を変えた。あの秘密組織と結びついているはずなのだ。そう信じるからこそ俺は昔の仲間の誘いに乗った。フィアナ、お前に会うためにはこれしかないらしい。あのおぞましい思い出の中へ帰るしか。起きて。起きて。イプシロン、起きるのよ。さあ起きて。お目覚めね。あなたはたった今この世に生まれたのよ。生まれた。そう、あなたの名はイプシロン。イプシロン、あなたの名前よ。そして私はプロトワン。プロトワン。そうよ、イプシロン。私といらっしゃい。世界を見せてあげるわ。イプシロン、なんでもないわ。あれは鳥よ。ほら、もう行ってしまった。ほら、いい匂いでしょ。これは花というの。花。これは土。ここがか。見分けがつくまい。だが正真正銘今のデライダコーチだぜ。もう少し静かに運転できねえのかよ。アスファルトの上じゃねえんだぜ。目的地に着いたら驚くぞ。さあた手ひどい爆撃を受けたってからな。
放射能汚染が100年は消えねえそうだが。それだよ、未だに信じらんねえな。足一本生えねえ土地に何を好き好んで隠居する必要があるんだろうな。しかもペールゼンは終戦と同時に軍を辞めてるんだ。居座ってりゃ元帥にでも国防相にもなれた身だぜ。そんなものこそ奴は興味あるまい。考えたことがあるか、ペールゼンが俺たちを始末しようとしたわけを。不適格だったからだ。俺たちはレッドショルダーとしては欠陥があったらしい。確かにな。どいつもこいつも癖の悪いのばっかりだ。不良品を始末したいほどに奴は真剣だった。戦争が終わったくらいで手塩にかけて育てた部隊を手放すはずはない。なるほどな。奴が軍を辞めたのは解散させられたレッドショルダーを自分の元に集めるためか。そこに奴がいるならレッドショルダーも必ずいる。見せてくれ。どれくらいだろう。何が？残ったレッドショルダーさ、5分の4は戦死という報告だったが。約34号は残ってるだろう。となると一人で8機を相手にするのか。どうした、おじけづいたか。俺はな、何が何でもペルゼを殺すと誓ったんだ。そのためにはわずかでも無理はしたくねえ。バイマン、奴の家族のことは話したはずだ。だからといってこうまで思い詰めた顔を見てるとムカムカするんだ。そこらでのたれ死んだって泣いてくれる身内もねえのに余計な心配しやがって。もうやめろって。俺たちは動き出してるんだからな。デライダコーチは放射能汚染されているはずだったな。ああ。赤外バンドで見るとそうでないところがあるようだ。その黄色いところは熱の吸収率が高い。どういうことだ？つまり植物があるんだ。隠居の道楽に蘭の栽培でもやってるか？もしかしたらとんでもないものを栽培しているかもしれない。魚だわ。見に行きましょう。キリー閣下、こうまでしてプロトワンと過ごさせるのはいかがなものでしょう。私には分からん。 PS の技術的な問題についてはな。ご心配はいりませんよ。イプシロンの脳には攻撃衝動のプログラムが完璧に刷り込まれています。兵器としては完成しているんだけど、戦闘においてシステムの中で円滑に機能させるには正常人と同様の知識や判断力が必要なの。分かっている。私が心配するのはその役をプロトワンがやっているということだ。心理的に女性は敵役ですよ。しかし PS として不完全だ。誕生前に見たもののために彼女には有害な情緒反応が多すぎる。お言葉ですが断言できます。プロトワンがどうであろうとイプシロンの完全なる兵士としての機能は損なわれません。いいではないかボロ。イプシロンの教育はプログラムインプットによっても行われる。それももうすぐだ。何をしてるんだ。ただ休んでいるだけです。よく聞き取れん。音声を上げろ。はい。面白いでしょ。生き物は他にもたくさんいるわ。これが世界なの。世界にあるものはどれも面白くて大切なものばかりなの。面白い。もっと見ましょうね。
木よ。木も生き物なの。動かないけれど草も花もね。イプシロン、見て、虫よ。虫。やったね。うん、やっと確認できた。やめて。やめて、イプシロン。なぜそんなことを。虫はね、虫はあなたが嫌いだから噛んだんじゃないの。ただ身を守るためにあんなことをしたのよ。わかるでしょ、虫は。どう言えばいいの。ご覧なさい、虫は死んでしまった。死んだ。そうよ、死んだの。もう飛べない。もう二度と。死んだ。プロトワンを呼べ。プロトワン、イプシロンから離れるんだ。おとなしくさせろ。でないと麻酔銃を使わねばならん。止めるんだ。なぜ止め。プロトワン、なぜだ。プロトワン、やめさせるんだ。やめなさい。彼に対する教育は今後プログラムインプットのみで行う。プロトワン、二度とイプシロンに近寄ってはならんぞ。待ちたまえ。これはペルゼン閣下。彼女は必要だ。しかし安易に道を選ぶべきではない。閣下、技術的な問題に関しては私にも意見がございます。そのことについては後ほどぜひ。閣下、あなたにお尋ねしたいことがあります。さてと、私に聞きたいこととは何だね。イプシロンのことです。これでいいのでしょうか。純粋な兵器として生まれた PS に人間らしい感情を育てようとするあなたのお考えを私は素晴らしいと思いました。でも考えが変わったのかね。今のイプシロンを見て感じました。兵器として生まれたのならそのままでいた方が幸せなのかと。
私のように迷いを抱き続けるよりは。では悩んでいるのか、誕生前にキリコと出会ったことを。いっそ会わなければこんな苦しみはなかったでしょう。自分に嘘をついてはいけない。君は愛しているのだ。私は知りたい。感情というままならない機能を持ちながら、人が人でない、それ以上の存在になれるものかどうかをな。私は反省をかけてレッドショルダーという戦闘集団を育て上げた。 PS とまではいかないが、訓練によってそれに匹敵する最強の人間を私は想像したかったのだ。しかし完成した最も優秀な兵士は私の考えとは違ってた。キリコですね。私の想像したシステムにとって彼は明らかに適性を欠いていた。全てに疑いを持ち、反抗的で支配されることを拒んだ。幼稚とさえ言えるあまりにも人間的な弱さを持ちながらにもかかわらず、彼の力は抜きんでていた。私は憎んだ。何人かの適性を欠いた者たちを含めて、私は終戦直前に彼を殺そうと試みた。だが周到な準備にもかかわらず彼は生き延びた。耐え難いことだが、通常の人間からは理想の兵士は生まれない。これは私の結論だ。 PS であるイプシロンが君によってたとえ後天的にせよ、衝動でなく判断によって戦うようになれば、キリコ以上の超人が誕生することになるのだ。でもなぜです？何のためにそんなものがいるんです？まだわからんのかね。二人を戦わせたいのだよ。無論まだその時期ではないが、キリコは機械ではなく人間の手で殺さねばならない。結構仕上がったね。うん。やめさせるんだ。やめなさい。何ふてくされてんだ。俺は降りる。なんだと。奴と一緒じゃ戦いねえ。ムーザ。何も同情してもらいてえと思っちゃいねえ。ただな、他人の痛みがわからねえ野郎と戦うのはお断りだ。落ち着けムーザ。一人かけてもこの作戦は勝ち目がないんだぞ。そんなことはねえ。奴が抜けるならうまくいくさ。俺は抜けるもんか。自分の臆病風を人のせいにするとは呆れた野郎だな。じゃあこの場で殺してやる。なんだと？面白い。いつも泣きっ面を見せられるよりはずっといいぜ。もうよせ。離せ。立ち上がれバイマン。どういうわけだ。なんで殴らねムーザ、奴の殴らないわけを教えてやる。バイマン。バイマン、その手は。お前さんの面の縫い跡と同じだよ。それで手袋、バカ野郎、なぜ隠してやがったんだ。見せびらかすようなもんじゃねえからな。痩せ我慢はよせ。度が過ぎるのは見ていてつらい。そうか。しかしバイマン、これでうまくマシンを使えるのか。大丈夫だよ。ほれ、ペールゼンの野郎を絞め殺すには不足はねえさ。
じゃ寝るぜ。バイマン急げ。想像以上だな。入り口はと。ここだ。キリコ、入り口を見張ってくれ。分かった。夜まで待つ。レッドショルダーがいるとすれば少しでも手を打っておく必要があるからな。ムーザ、聞こえるか？散々絡んですまなかったな。よせ。白状すると俺はそこでやめとけ。話したいことは全部胸の内にしまっておくんだ。生きて帰った時のためにな。いたぞ。やっぱりな。レッドショルダーだ。ナンキさん、他にいるか？いぶり出すか。表に出たのは8機、いや9機だな。よし、行くぞ。イプシロン、ここにじっとしているのよ。イプシロン、待って。イプシロン、ここに戻って。行くぞ。
間抜けにしか気がしねえ。油断するな。奴らどっから出てくるかわからんぞ。閣下、これは何事です？あれはあなたの部下ではないのですか、閣下？いや、しかし私の部下だった可能性はある。キリコかもしれません。いや、そうに違いない。しかし奴はウドで死んだはずだ。お言葉ですが、キリコは PS に勝るとも劣らない殺人兵器だ。とすれば全力を挙げて阻止していただきたい。部下たちはすでに行動を起こしておる。万が一ということもあります。二人を連れ戻せ。それが発見できません。探せ。見つけ次第格納庫へ連れてくるのだ。はい。まずい、丸見えだ。グレゴル、大丈夫か？ここは俺が引き受ける。3人とも散れ。よし、任したぞ、バイマン。イプシロン、待って、イプシロン。言ってはダメよ。あれは。いや、でもいつかは知ることになる。でもその前にあなたは知っておかなくてはならないことがあるわ。愛すること、他の人を、虫や生き物を愛することを。わからない。イプシロン。あの動きは。やろう。ルーザー、やめろ。そいつはただもんじゃねえ。そっちこそ今のうちに逃げろ。バカな。ルーザー。総長、早く行け。うわルーザー。幕を張って散るぞ。おう。
彼女だ。あの反応速度は彼女に違いない。グレゴルか。バイマン。いや、キリコだな。私だ。その声はペールゼンか。何の用で来た？分かっているはずだ。お前を追っているのは私の理想そのものだ。完璧なる兵士だ。貴様らごときでは絶対に勝てんぞ。ありがたい忠告だな。だが俺たちが引き下がると思うか？本気で私を殺せると思ってるのか？でないと一生悔いを残すからな。待て、フィアナ。俺だ。わからないのか？逃げろ、キリコ！グレゴル。フィアナ、俺だ。わからないのか？やめろ。やめるんだ。俺だ、フィアナ。フィアナ、やめろ。うわっ！奴はまだ生きている。出よ、イプシロン。とどめは自らの手で行うのだ。殺せ！その男を殺せ！イプシロン、やめて、イプシロン。閣下、やめさせてください。私は間違っていたのかもしれん。危険すぎる。キリコはあまりにも。何ですって？殺せ、イプシロン！今教えてあげるわ。愛するってことがどんなものか。何をする？プロトワン！
イプシロンから離れろ。プロトワン、聞こえんのか？プロトワン。こうなれば私の手で始末してやる。お前を生かしておくわけにはいかん。やったぜバイマン。フィアラ。バイマン。みんなは死んだ。そうか。だがレッドショルダーも全滅だぜ。そしてペールゼンもこの手で。プルトワン、何をしている？早く来い！プルトワン！
しい時もいつもあなたが目に浮かぶ一人の時も会いたい時もいつもあなたは胸の中遠く離れていてもたとえ別れていてもこの世の光と共に眩しくあの日のあなた一体どうしたんだココナ、こんな夜中に。夢を見たんだ、キリコの。キリコのやつかわいそうなんだ。たった一人ぼっちでさ。ねえ探しに行こうよ。何度言ったらわかんだよ。待ってるやつはここに来るってなあ、とっつぁん。そうとも、この工面にいりゃきっと野郎に会えるさ。そんなのわかんないよ。俺にはわかんの。やつも俺たちもこの工面が似合ってるんだ。きな臭い匂いに惹かれてやつはきっとやってくる。受け合ってもいいぜ、ここな。寝ろな。そうさ、明日になりゃひょっとしてひょっとするかもしれねえよ。